こんにちは。化粧品専門店ルックの奥様です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは新製品をいち早く、そして人気のアイテムをご紹介しています。今日は7月21日に発売されましたクレドポーボーテタンフルイドエクラマットファンデーションをご紹介していきたいと思います。一緒に発売されました化粧下地、そしてファンデーションブラシとともに実際にお顔にのせながら、ご紹介してまいりますので、ぜひ最後までご覧になってください。それではどうぞ。まずは今回一緒に発売された化粧下地ファンデーションブラシをご紹介していきます。今回発売された化粧下地、こちらはボワールドイドラタンロングトゥヌです。この下地はくすみ、テカリ、よれ、薄れ、ムラがなく、潤いのある仕上がりが長時間持続します。化粧を落とした後も透明感のある肌にしてくれて、使い続けることで化粧崩れをしない滑らかで明るい肌に導いてくれます。肌を補正する効果だけではなくって、紫外線、酸化、大気汚染からも素肌を守り、メイクアップ効果とスキンケア効果両方叶えてくれます。テクスチャーなんですけれども、とってもみずみずしくって美容液みたいです。トーンアップ効果とかカバー力っていうものはないんですけれども、自然なツヤを与えながら化粧崩れの要因を防いでくれて、美しい仕上がりを長時間持続してくれる化粧下地です。こちらは SPF25PA2+30ml で税抜き6500円です。続いてベースメイクアップツールとして発売されたのがファンデーションブラシです。ライトなカバー効果に導いてくれるパンソー L、 そしてハイカバーな仕上がりのパンソー H、 そして細部を美しく仕上げてくれるパンソー N です。こちらは広島県安芸郡熊野町で作られた熊野筆で80年以上積み重ねてきた熊野の職人技とメイクアップアーティストがコラボしたブラシになっています。肌状態を気にせずにプロが作る欠点のない密着した仕上がりをテクニックフリーで叶えてくれる、そんなブラシになっています。価格はパンソー L、 パンソー H が各税抜き6500円、そしてパンソー N が税抜き3500円です。そしてこちらがタンフルイドエクラマットリキッドタイプのファンデーションになりまして、 SPF20PA3+全8色のお色展開で各税抜き13000円になっています。ダイヤモンドの輝きに着目して開発され、肌にのせた瞬間に光をまとったようなマットな肌を実現するリキッドファンデーションです。スキンケア効果も高いので、使うたびに肌表面を整えてくれて、毛穴レスな皮脂の目立たない肌を実現できます。テクスチャーはこんな感じです。しっとりとした感触で伸びていきます。でも感触はだんだんと軽くなっていきます。ソフトでマットな仕上がりになっています。お色をそれぞれ伸ばしてみました。左からピンクオークル00番、ピンクオークル10番、ベージュオークル20番、オークル00番、10番、20番、30番、40番とつけていきました。それでは実際にお顔で試していきたいと思います。それではボワールイドラタンロングトゥニをお肌にのせていきたいと思います。手のひらに1円硬貨台を出していただいたら、お顔5点に置いていきます。とっても軽くってみずみずしくって伸び広がっていきます。下地を塗り終えました。これからファンデーションを塗っていきたいと思います。ファンデーションのキャップを閉じたまま数回振ってください。そしてお手元に出していきます。まずはライトなカバー効果のあるパンソー L を使っていきたいと思います。このファンデーション半分含ませてください。頬、
そしておでこ、顎先に置いていただき、この頬の一番高いところに置いていただいたら、寝かせるように筆をベースラインに向かってなじませていきます。優しく大きな動きでファンデーションをなじませてあげてください。お顔に沿わせるような感じでブラシを寝かせて使うのがポイントです。そして最後、まぶたの上、まぶたの下ですね。そしてお鼻の細かいところ、そして口角をなじませていきます。そしてフェイスラインをなじませます。こんな感じですね。ファンデーション自体のカバー力は高いので結構カバーできてると思います。ただもう少し欲しい、ここもう少し隠したいって場所は追加でもう少しファンデーションを含ませていただいたら、軽くポン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 ってのせてあげてください。そしてパンソー H、 こちらはカバー力の高い方ですね。このブラシでこちら半分をのせていきます。残りのファンデーションをお顔にのせていきます。お顔の中心部分、この三角ゾーンですよね。ここはしっかりカバーしたいので、ファンデーションを立てるようにトン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 ってなじませていきます。そしてフェイスラインに向かってなじませていきます。こちらは横に倒すのではなく、割と垂直に当たるような感じで伸ばしていきます。ルックのスタッフの中にベースメイクマイスターという資格を持っているスタッフがいるんですけども、ファンデーションの塗り方に徹底的に勉強して、ファンデーションベースメイクのマイスターになったスタッフがいるんですね。私も日本を代表するメイキャップアーティストの方にメイクを教えていただいたり学んだことなんですけども、ファンデーションを塗る時に皆さんの使い方を見ていて思うんですが、やっぱり圧が強いと思うんですね。これはブラシなんですけども、スポンジを持った時に、ファンデーションを伸ばしますよね。その時の圧がもう顔の表情が変わるぐらいぐーっとファンデーションをのせている方がいらっしゃるんですけども、ファンデーションはお顔の表面を優しく滑らせるように、お顔の表情が動かない程度でファンデーションはなじませてあげてください。あともう一つポイントがあって、ブラシもそうですけど、小さく小さく細かい動きでファンデーションをのせてるんですね。そうじゃなくって、ファンデーションは大きい動きで、大きいストロークでファンデーションは伸ばしていってください。その方がムラにならずにとっても綺麗につきます。塗り落としもないですし、ムラになることもなく、均一にファンデーションをつけるには大きな動きっていうのがとってもポイントになってきます。塗り忘れがあるのがこの眉の上、あとはここのくぼみですね。ここ、そしてお鼻のところですよね。小鼻ですね。あと口角、ここは本当に塗り落としがあるので、意識的に気をつけながら塗り広げてください。で、表情がよく動く目周り、口周りは残ったファンデーションで結構なので、本当に最後にのせてあげるようにしてあげてください。こんな感じですね。こっちがライトカバー、そしてこちらがハイカバーになります。いかがでしょうか。わかりますかね。どうでし
指先で、そしてブラシ2本を使って塗り比べてみました。ファンデーション自体とってもカバー力はあるのでライトな仕上がりなんですけども、しっかりカバーはしてますね。そしてこちらは本当にしっかりファンデーションがついてます。メイクを仕上げてみました。今パウダーはのせてない状態でファンデーションだけのせています。この下地とファンデーション共通する機能なんですけども、実は外部の湿度に合わせて潤いをコントロールできる機能があるんです。なので湿度が高い場合は肌表面のジェルの網目が広がって肌内部の水分を外に放出し、逆に乾燥している時はジェルの網目が小さくなって肌内部の潤いをちゃんと内側で抱え込む作用があるんですね。なのでつけたての美しさが持続するファンデーションとなっています。紹介し忘れたんですけども、パンソー N ですが、こちらはコンシーラーを取っていただいて、この平たい面半分につけるんですね。そして気になるところにコンシーラーをのせるときにお使いください。あと小鼻の周り、そしてあと口角にもお使いいただけます。そして一緒に発売されたのがもう1点あります。こちらはブラシクリーナーになります。ティッシュを適当な大きさに折っていただいたら5、6センチ離していただいて、ブラシクリーナーを3、4プッシュ吹きかけます。そしてお使いいただいたブラシを数回撫でるだけで、この表面についたブラシのファンデーションを落とすことができます。ブラシをすぐにご使用になる場合は乾いたティッシュでしっかりと乾かしてサラサラの状態になってファンデーションを含ませてください。実際にこのタンフルイドイクラマットファンデーションを試してみて、マットっていう名前なんですけども、マットって名前はついてるんですけど、ツヤ感も本当ツヤ感もあるし、今流行りの素肌感を生かした抜け感メイクとは全く違うんですね。そういう点ではマットなのかもしれないんですけども、自然なやっぱりツヤ感はあるし、軽やかさだったり、昔流行ったマット肌とは全く別物のマットだと思います。潤いを感じながら素肌を生かしたメイクではなく、きちんと隠したいところは隠してくれて、大人の女性のお肌を輝かせるファンデーションだと思います。今の時代に合った大人の肌を美しく見せてくれる正統派のファンデーションだと思います。以上が7月21日に発売されましたクレドポーボーテのファンデーション、そして下地とブラシ、そしてクリーナーのご紹介でした。ぜひ店頭でお試しになってみてください。私はマットじゃないと思うんですけど、私はマットではないと思うんですが、マットなのかな、やっぱり。でも本当にパウダーをのせなくても綺麗に仕上がってて、さすがクレドポーボーテだなっていう感じはします。ぜひ店頭でお試しになってみてください。今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお目にかかれるようにチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。